今回は前回作成したレジンアイのコストダウンにチャレンジしてみたいと思います。これはテストで作ったアイなんですけども、テストといえどですね、レジンの量が半端ないんですね。これで何グラムでしょう？ 3 グラムとか4グラムとかしちゃうんで、1個あたりの単価が50円とか下手すると100円とかかかっちゃうんで、気軽にアイを作れないじゃないですか。なのでですね、粘土とかを使って白目の部分を安くできないかなと思ったんですけど、樹脂粘土と紙粘土でやったんですが、あんまり綺麗にできませんでした。樹脂粘土はですね、光彩と白目の間がちょっと反射しちゃって違和感あるので、色を塗ったんですけども、光彩と土台が色違いすぎて違和感バッチリなんで、ちょっと樹脂粘土もダメかなと。あとこれ、紙粘土は真っ白すぎるんでちょっとダメかなっていうのと、最終的にじゃあ何かっていうと、全部レジンで作るやり方なんですけども、この中をですね、空洞にすると、その分レジンが浮くんで、樹脂粘土の土台とかを入れて補強してあげればいいかなということで、今回はこれの作り方をですね、やってみようと思います。今回はダイソー産のレジンを使おうと思います。このホワイトというのがですね、結構薄いので、前回と同じように着色剤を使って白目は作りたいと思います。では、交際の部分を作っていくんですけど、モールド、これはダイソー産のモールドです。ちょっと少ないかな。交際が浸るぐらいのレジンを出して、この交際は光沢紙で印刷したものなんですけど、斜めに刺して離すとゆっくり沈むんですね。そうすると気泡が入りにくいので、最近このやり方をしてます。で、裏側から気泡がないのは確認して、今ちょっと入ってるんですけど、そのままですね、60秒ぐらい LED を照射してみたいと思います。これで固まったらですね、この白目のレジンをこれで作っていくんですね。これでですね、レジンを出して調色剤を入れてみたいと思います。で、あまり白いとちょっと違和感あるんで、少し薄めに作った方がいいので、2滴ぐらいちょっとやってみましょうか。テストしたところ100均のレジンなのか、この調色剤とうまくですね、色が混ざらないっていうかまだらになるんですよね。だからちょっとよく混ぜます。よく混ざったらモールドの中に白レジンを注ぐんですけども、とりあえず全部入れちゃいます。はい。で、入れたらですね、縁が浸るようにレジンをですね伸ばすんですね。はい。ちょっとレジン足りないんで、全体的に行き渡ってないので、これで1回ですね LED を照射します。また同じように白いレジンを用意しておいて、これを中に入れます。なんか3分クッキングみたいなノリですね。また注いだレジンをですね、モールドの全体に伸ばしていきます。あんまりですね、量を多くすると光が通んなくて効果不良を起こすので、ちょっとずつがいいですね。はい、そしたらすかさずまた LED を照射します。はい、2回目照射したんですけども、うまくいけばですね、これでだいたい終わりなんですが、この上の方はレジンが薄くてですね、柔らかいんですね。だからこんな感じで伸ばしてあげるとペロッと出てきます。はい、出てきました。で、100均特有っていうわけではないんですけども、レジン特有のベタつきがあるんで、これをですね取るにはこの除光液がいいそうなんで、これ家にあった除光液なんですけど、これを使ってですねベタつきを取ってみたいと思います。かなり取れます。
硬化不良が起きてますね、これ。ここから、レジンがちょっと染み出しちゃってるんですけど、これは中のレジンがうまく硬化してないんですね。こういう感じだと硬化不良なんで、ちょっともう少しですね、LED 当てたいと思います。硬化不良を起こした場合っていうのは、もう光が通らなくて硬化不良が起きてる場合が多いので、あんまり LED を当てても効果ないんですよね。だから本当薄くやっていかないと。はい、こんな感じでコーティングできたんで、LED ライトを当ててみます。はい、コーティングできてかなり綺麗になったような気がします。漏れてないところがちょっとあったんで、ベタつきがちょっと出てるんで、またここ除光液でちょっと拭きます。こんな感じでですね、できました。どうでしょうか。左側がレジンで全部作ったものと、こちら右側がレジンを薄くして、後ろに樹脂粘土ですね、貼り付けたものなんですけど、量的にはどれくらいなんでしょうね。3分の1とか4分の1にはなってると思うんですけど、例えばですね、この100均のもので、この目が2個できたとすると、両目作るのに100円かかって1個あたりの単価が50円。で、これで4つできたとしても1個あたりは25円。まあかなり安くなるんですけどね。もっとレジンの値段が安くなるといいですよね。あるんですかね、そういう安いレジン。この縁が結構薄いので、破れるんですよね。これはテストで作ったものなんですけど、結構薄くてですね、これが破けちゃったんですよね。レジンを使ってコストをかけずにやるって言ったらこの方法がいいんじゃないかなと。樹脂粘土は僕すごい 30g も入っても使いたい放題状態なんで、この動画を作っといてなんなんですけども、あまりおすすめのやり方ではない。樹脂粘土をですね、1日置いて乾燥させました。粘土が引けて隙間が空いたので、この G クリアで留めました。この藍をですね、X ハートユニットにちょっとセットしてみたいと思います。前に雪みくさんに取り付けたものをですね、そのまま流用して使うんですけども、この後ろのアタッチメントをつけるために、私はブルタックを使ってます。ブルタックを使うと取り外しができるので、他の藍にしたいときに、これをブルタックを取り外せばいいので、すごい経済的ですね。接着剤で留めちゃうと、交換しようにも交換できないんで。で、X ハートユニットに取り付けるんですけど、ちょっとネジ緩めにしてですね、はめます。表面が丸いので、こんな感じで DD の藍とかと同じように、こうグリグリってできるようになってます。これを固く締めて、これがですね、セットした状態です。指でこうやって動かせるんですね。これなぜかっていうと、この DD の藍と同じように、この球面になってるんで、この中でこう動くんですね。これ碁石だとこれちょっと難しいんですけど、丸型のレジンで作る藍のメリットですね。また手前味噌なんですけど、自作じゃないって言わなければ多分そんなに市販のものっぽく見えるんじゃないですか。ただですね、コストダウンをしたといえど、そうですね、あんまり安くやっぱりできてないんですよね。このレジンですね、を使うのと、あと、この白の調色剤を使うのでですね、コスト的にこの片目は30円とか50円とか、30円じゃ効かないですかね、50円ぐらい。だから両目つけると、やっぱり100円ぐらいのコストかかっちゃうかなと思うので、なんとかもう少し安くできないかなとは思うんですけど、やっぱりレジンの素材自体がですね、高いので、これ以上安くするっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思いました。またですね、他のやり方とか考えたり、いろいろ調べたりしてですね、安いやり方とかですね、工夫してやってみようと思うので、また動画の方ご期待いただければと思います。はい。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。